注目の仙台大会、まず正義感の非常に強い世界のアイドルザ・ファンクスの登場でございます。今夜の相手は巨乱アングリーコンビ、上田馬之助バックロブレー組との対戦を迎えます。さあザ・ファンクスの一つ胸のすくような世界最強のタッグワークを見せてもらいたいと思います。ザ・ファンクスが入場してまいります。全日本プロレスの10年間の歩みにはもう絶対に欠かすことのできない偉大なるレスラー、それがドリー・ファンクジュニア、そしてテリー・ファンクであります。この元 NWA 世界ヘビー級王座にレスリングの手ほどきを受けた選手はもう世界のマット界にたくさんいます。全日本プロレスの主な選手を挙げただけでもジャンボ鶴田がそうです、天竜がそうです、それから石川、プリンス・トンガラ、もう全選手がザ・ファンクスを尊敬の難で見ています。ザ・ファンクスが堂々の入場でございます。ファンの立場から見ましても常に笑顔を絶やさないこのザ・ファンクス、ドリー・ファンクジュニア、テリー・ファンク、陽気なザ・テキサン、この陽気なザ・テキサンに魅了されるファンがたくさんいます。今回の来日はラッキーコインをたくさん持ってきてくれまして、もう各会場お客様にこれを振りまいています。大喜びの仙台大会の超満員のお客様、もうリングサイド20、30、40に取り囲みました。このラッキーコインが落ちるところにうわーっとファンがもう集まっています。本当に山田さん、後楽園大会でこのラッキーコインを手にしたファンは喜んでましたね。そうですね、やはりね大変な記念になりますからね。はい、そうですね。もうご紹介するまでもありません。レスリングの実力、そして闘志、さらにまたマナー、人柄の良さ、何をとりましてもザ・ファンクスは20世紀最大のレスラーと言っても過言ではありません。ザ・ファンクスの入場でした。さあ反対側の花道に一つご注目願いましょう。もうお客様が左右に分かれます。その間を縫うようにしてまたしても上田馬之助の右手には太い竹刀が持たれています。今夜のパートナーはバックロブレイ、そのバックロブレイは先にリング上に一度登場しましたけれども、またまたリングの下に降りてまいりました。これが注目の上田馬之助であります。新たなる戦場を求めて全日本プロレスのマットに出てまいりましたこの上田馬之助。しかし遠慮会釈なく暴れ回っております。暴れ者上田馬之助。来週の放送からはタイガー・ジェットシンが登場しますけれども、前半戦の悪の主役は何と言いましても上田馬之助です。リング上両選手の紹介が行われております。パートナーのバックロブレイ、金髪の一匹狼、今上田馬之助コールを受けました。この選手です。金髪の一匹狼上田馬之助、不気味な存在。さあザ・ファンクスの紹介、テキサスブロンコ NWA 王座返り咲きなるか、テリー・ファンク、ザ・グレート・テキサン第10代インターナショナルヘビー級チャンピオンドリー・ファンク・ジュニア。さあ45分の一本勝負で試合が行われますけれども、両チームの紹介の間に上田馬之助は今マイクロフォン、私どものマイクロフォンサイドにこの竹刀を思い切って打ちつけました。この私どもの放送席をも狙いにしているような感じがしますね、山田さん。そうですね、まあしかしね、はい、今日は相手がファンクスだけに、いきなりしないで殴るかかるようなですね、無法な行為はしなかったですね。そうですね、やはりね、その世界に名だたるチームですからちょっと用心してるのかもしれませんね。そうですね。さあ上田馬之助が今夜のパートナーバックロブレーを従えましての45分の一本勝負。ザ・ファンクスの方はまずテキサスブロンコテリー・ファンクが登場してまいりました。ドリー&テリーがどのような連携プレーを見せるでありましょうか。しかし山田さん、この兄弟2人はですね、共に大事な試合が今後控えているだけに今夜の対決はちょっと嫌な感じがしますね。そうですね、特にこの上田君のパートナーのですね、バックロブレーという選手もなかなかね悪賢い、今右腕のですね、ところに一種の肘当て風のものを当ててるんですが、あれは肘じゃないですね。完全に腕をこうブロックしてるような感じですね。そうですね。そのサポーターの下からは何やらちらっとしか見えませんけれども、金属製の何かをつけてるような感じもしないでもありませんね。腕の裏側のあたりはね、革ですね。革ですか。そういうようなサポーターをつけての登場であります。早くもザ・ファンクスは弟テリーから兄のドリー・ファンク・ジュニアにつながりました。いよいよドリーは来週の放送蔵前4大決戦ではインターナショナルヘビー級の選手権試合2回目の防衛戦、ブルーザー・ブロディとの防衛戦を間近に控えておりますドリー・ファンク・ジュニアです。問題はね、この試合ですがね、ティームワークとかテクニックとかキャリアということではもう文句なしにね、
ザ・ファンクスの方が数倍上回ってるわけですよね。その上田君がねまるで無茶苦茶なことを言ってるんでね、その辺がちょっと怖いですね。どういうことを言ってますか。とにかくねその日本のファンにどんなに憎まれてもいいと、もう自分はねとにかくジャイアント馬場を倒すまで、もう力の限り死ぬ気で暴れ回ってやると、相手は誰でもいいというようなことを言ってますからね。なるほどね、その注目の上田馬之助ですけれども、前半戦の悪の主役はもう上田馬之助に決まりましたよね。とにかくね話を聞きたくてもね、控室も入れてくれないような人です、後楽園ホールでも私は取材拒否にありました。もう全くマスコミをね、その馬鹿にしてる話ですね。そうですね、さあその注目の一匹狼、金髪の一匹狼、上田馬之助とテリー・ファンクの勢いです。さあ得意の場外乱戦に持っていこうとする上田馬之助。さあザ・ファンクスは兄弟2人で防戦になります。さあ早くも、椅子をつかみました上田馬之助であります。一匹狼、4年越しの必要なジャイアント馬場への挑戦をようやく、実現させました。この10周年シリーズに全日程出場確定というような上田馬之助にとりましては本当に嬉しいニュースであります。今夜は仙台大会であります。日本プロレスの解散以後、マット界を生き抜くためにですね、山田さん、アメリカのマット界、そして、日本のマット界をこの浮草のようにさまよい歩いた上田なんですけれども、いよいよこの全日本プロレスのマット上で数々の過去の因縁を一気に、清算しようとしてますね。そういう気持ちですよね。そうですね、さあまたしても場外乱戦の様相を呈してまいりました。ザ・ファンクスの兄弟2人とも場外であります。相手は上田馬之助ただ一人。このザ・ファンクスは上田馬之助の強打ファイト知ってますかね、山田さん。アメリカでのね、ファイトぶりはね多少知ってるらしいですね。なるほど。しかし今日のファンクスはですね、上田馬之助のランペースに巻き込まれないように、かなりセーブした動きをそうですね、そうですね、いつもこの血の気の多いテリー・ファンクでしたら上田馬之助が場外に誘ったらもう堂々とやり合いますがね。そうですね、上田馬之助が椅子を持ち出した一点でさっとかわしてますね。そうですね、さあリング上に再び戻ります。兄貴静かなる生徒の男ドリー・ファンクジュニア、しかしなかなかリング上では勝負を挑みません。上田馬之助がまたしてもドリー・ファンクジュニアを場外に連れました。正義感の強いドリー&テリー、場外での実は対決はザ・ファンクスあまり好きじゃないんですよね。そうですね、お客様にも迷惑をかけます。なんとかね、場外でその乱闘ペースに持ち込もうと、さっきからしきりに仕掛けてますね。上田馬之助の試合ペースとしてはこれしかないんじゃないでしょうか。そうですね、リングの上でね、まともなテクニック合戦ということになれば、これはもうザ・ファンクスの分がありますからね。いよいよ山田さん、来週の蔵前4大決戦、来週の放送ではこの上田馬之助はタイガー・ジェットシーンとチームを組みますね。そうですね、その点だけね、上田君にちょっと聞いたんですが、もうシンとのコンビならば全く不安はないというふうに言ってますね。この2人はかつて北米タッグですか、持ってたことがありましたね。もう実にねコンビネーションが合ってるんですよ。そうですね、来週のその蔵前4大決戦、上田馬之助、タイガー・ジェットシーン組はジャイアント馬場ブルーノ・サンマルチル組と特別試合が行われます。さあ今度は上田馬之助悪のチームバック・ロブレーにタッチが行われました。このバック・ロブレー、先ほど山田さんから紹介がありましたけれども、開幕前夜の記者会見の時には俺は世界中で一番汚いレスラーだと自ら言ってますよね。そうですね、誠にその通りでね、もちろん現役レスラーとしてこうやってリングにも上がりますし、その傍ら悪徳マネージャーとしてもう非常に凄まじいばかりのですね、汚いインサイドワークを駆使すると、誠にねダーティーな野郎ですね。ということになりますと、来週の蔵前4大決戦、悪の軍団の知恵袋、あるいはこのバック・ロブレーあたりかもしれませんね。そうですね、その恐れは十分ありますね。そうですね、再びリング上ご注目、テリー・ファンクであります。1日後に NWA 世界ヘビー級のタイトルに挑戦いたしますテリー・ファンクです。さあ足を取りました。さあ得意のスピニングトーホールドに持っていきます。1回転わーというような大歓声が沸き起こりました。仙台の宮城県スポーツセンターであります。得意のスピニングトーホールド1回転、テキサスブロンコテリー・ファンク。ここで山田さん、今年に入りましたからこのザ・ファンクスは南部フロリダを主戦場にしてますけれども、これは何か背景には考えるものがあるんでしょうか。やはりね、フロリダに NWA のチャンピオンのダスティー・ローデスがいたということが一つの大きな目的だったと思うんですね。それにフロリダはなかなかテクニシャンが集まってきますしね、そういった意味でも非常に
ドリーがですね、一時期ちょっと体調を崩してた時、それをカムバックさせるには、一番いいコンディションの場所だったんじゃないかと思いますね。わかりました。なおこのフロリダ地区では最初の頃は、兄弟ともにシングルで試合をしていたんですけれども、8月から9月にかけましては精力的にタッグチームを結成しております。例えばマイク・グラハム、チャーリー・クック組と流血の戦い、それからブリスコ・ブラザーズらともものすごい試合をやってのけました。ドリー・ファンク・ジュニアブレーンバスターで上田馬之助に大技一発仕掛けて、そして思い切ってエルボードロップを一発、そのまま覆いかぶさって速攻だ。ドリーの速攻が見られます。さすがに切れ味鋭い2段攻撃、ドリー・ファンク・ジュニア絶好調であります。さらにまたウエイトを絞っての登場、ドリー・ファンク・ジュニア現在190センチ110キロのウエイト、ここで弟テキサスブロンコテリー・ファンクに渡します。さあパンチ一戦、上田馬之助確定に倒れました。赤いトランクスがキャンバス上大の字、思い切って左のフックをかませます。冴えてます。テキサスブロンコテリー・ファンクの左のブローです。上田馬之助たまらずパートナーのバックロブレーに渡しました。ドリーがね相当いい攻撃を見せてましたがね、まだね上田君あんまり効いた様子なかった。2人がかりでやっとちょっと参ったようですね。そうですね、しかしね上田君なかなかタフですね。山さん、今後のこの上田馬之助ですけれども、先週の放送でもちらっとご紹介したんですが、ジャンボ鶴田がシングルマッチで非常にやる気を見せてましたね。これはね上田君としてもね、望んでるようですよ。そうですね、どうやらそのジャンボ鶴田対上田馬之助の一騎打ちも再来週の放送になりますけれども、10月の21日岩手県盛岡県営体育館で実現というニュースが今届きました。これも非常に興味津々の一戦ですね。そうですね、まあねやはり上田君にしてみれば、何が何でも打倒ジャイアント馬場という大目的がありますからね、その前にあらゆるその敵をですねなぎ倒しておきたいという一つの悲願がありますね。そうでしょうね。日本プロレス時代の崩壊後のいろいろな因縁を一気に晴らそうという上田馬之助の、願望であります。さあリング上バックロブレーを捉えましたドリー・ファンク・ジュニアです。さあドリー対、ドリーの来週のインターナショナルヘビー級選手権試合も近づいてるんですけども、この一戦はどう占いますか、山田さん。非常にね、ドリーはね強気なことを言ってるんですが、なかなかしんどい戦いになるんじゃないかと思いますね。クルーザーブロディも非常に絶好調ですからね。それにパワーが1枚加わります。さあだんだん上田馬之助バックロブレー組はラファイトを展開してまいりました。バックロブレーの戦いであります。この選手は不思議なことに T シャツを着たままでファイトしますね。そうですね、何かこう変な選手です。バックロブレー、さあ膝頭が待っておりました。ここで上田馬之助再度登場です。上田馬之助対ドリー・ファンク・ジュニアの一騎打ちになりました。ドリーは来週の放送ではブルーザー・ブロディとインターナショナルヘビー級の選手権、ドリーにとりましては2回目の防衛戦を控えています。どういう仕上がりでしょうか。ドリー・ファンク・ジュニア、もう日本にはドリーそしてテリーのファンがもうたくさんいます。今夜の一戦も絶対に負けられない一戦。上田馬之助を天井高く持ち上げてバックドロップガン突き落とし、見事に構想しました。さあいいタッチプレーです。ここでテリー・ファンクが登場です。テリーが思い切って投げ飛ばします。そしてセカンドロープに足をかけてそのままなんだおっとヒップドロップ、フライングヒップドロップをもらいました。そのまま覆いかぶさった、いい攻撃。テリーとしては珍しい技ですね。今ねちょっと見えなかったですけどギロチンドロップだったんじゃないですか。足ですか、お尻じゃなかった、お尻じゃなかったですか。そうですか、2段目のロープを非常にうまく使いました。さあそして正面からはヘッドバット攻撃、パンチとヘッドバットですね、よく当たりますね。そしてパイルドライバーの体勢、テリー・ファンクパイルドライバー脳天食い打ち、そのまましかしロープサイドです。上田馬之助、今夜はいわゆるこの場外乱戦をやろうと仕掛けているんですけれども、なかなか頭のいいザ・ファンクスは引っかかりませんが、ここで場外に再び上田馬之助がバックロブレーを従いまして場外に突き落とした。そして上田馬之助の右手には椅子があります。この椅子のスチールの部分で思い切ってテリー・ファンクの頸動脈のあたりを一発見回ったところです。さあ場外乱戦になりました。倉本さん、テリー・ファンク早くも出血です。はい、テリー・ファンクが出血というようなリポート、松永アナウンサー入りました。スチールの部分ですね、思い切ってスチールの部分でテリー・ファンクの頸動脈のあたり、それから喉元のあたりを痛めつけております。どうやら松永アナウンサーのリポート通り流血を見たようです。場外乱戦激しく乱打いたします。上田馬之助
上田馬之助の攻撃目標はテリーの左の耳です。左の耳に攻撃目標というリポート。実にね、椅子の使い方がうまいですよね。そうですね。今度はドリー・ファンクジュニアの肩口に思い切って椅子攻撃に持っていきますが、さあ兄貴のドリー・ファンクジュニアがここで怒りのパンチ一戦、思い切って新聞記者席の机に上田馬之助を叩きつけましたが、テリー・ファンクの流血はおびただしくなっております。左の耳です。思い出しますね、山田さん。最後の各選手権の時にも左の耳をかなり痛めつけられましたね。そうですね。テリー・ファンク再び左の耳から大出血。噛みつきですね。上田馬之助がもう噛みつき攻撃に出ました。またしても巨乱ファイトを展開しております上田馬之助です。テリー・ファンクの左の耳はもう残酷にもズタズタに裂かれまして、おびただしい流血であります。激しい流血です。1日後に NWA 世界選手権があるんですがね、そうですね。これはちょっとハンディキャップになりそうですね。しかしね、繰り返すようですが、上田君のですね、椅子の使い方、凶器としての使い方、実に巧みですね。しかし、巧みと言ってしまえばそれまでですけれども、あくまでも山田さん反則攻撃ですからね。そうですよ。正義感の強いザ・パンクス、もう本当にお客様が頭にきています。上田馬之助への非難です。上田馬之助への非難です。そしてリングサイドではテリーコールが今沸き起こりました。久々で聞きますテリーコール。しかし左の耳はもうズタズタおびただしい流血。テリー・ファンク、ここでテキサスブロンコ魂、テキサス魂を発揮してもらいたい。思い切って今度は放送席になだれ込んでまいりました。放送席になだれ込んでまいりました上田馬之助が椅子を掴んで、またしても耳の上に直撃、スチールの部分で直撃。ドリー・ファンクジュニアもたまらず椅子を持ちました。椅子を持ちました。興奮したお客様が上田馬之助の背中に清涼飲料水の瓶をぶつけました。さあ大混乱に陥りました。仙台宮城県スポーツセンターのリングサイド、上田馬之助またしても狂乱ボート、もう本当に狂ったような狂乱ファイトであります。場外はもうめちゃくちゃにされてしまいました。それにしましてもしかしテキサスブロンコ魂を発揮してまだリング上で頑張る。さあテリーの反撃、報復攻撃だ。テリーが思い切って左のブローを打つ、左のブローを打った。ここがテキサスブロンコだ。いかにもテリー・ファンクらしいファイトが見られました。もう本当に精神力だけですね、山田さん。そうですね。もうスタミナの面ではね、かなりロスしてますね。さあパンチやる気満々、ドリー・ファンクジュニアがここで登場。エルボースマッシュをかませて、ロブレを倒してスピニングトーホールド。さあフィニッシュに持っていくかドリー・ファンクジュニア。上田馬之助ここで来た。ここでまたテリーが登場。再び今度はテリーが反対に上田馬之助を場外に連れ出しました。大混乱に陥っています。リング上では2人の対決。おっとブルーザー・ブロディがいつの間にか来たが、リング上は回転エビ固め。ドリー・ファンクジュニアバックロブレをカウント3で取りました。勝負は勝ちましたが、いつの間にかブルーザー・ブロディ、来週のインターナショナルヘビー級選手権の相手、ブルーザー・ブロディが登場。思い切ってドリー・ファンクジュニアの首に鎖を巻き出す。おっと息子さんですね、これは息子のドリーの長男でありますディンク君がたまらずリング上に登場してまいりました。今回の来日は20歳になります長男のディンク君を来日させております。息子さんを連れての来日。しかし息子のディンク君はプロレスを知りません。プロレスを知らない息子のディンク君、彼は現在テキサスA&M 大学の2年生、考古学を勉強している息子さんが完全にグロッキー状態にされました。大変です。ドリーが怒った。子供のためにこれはやるでしょう。テリーも怒った。テリーはディンク君のおじさんに当たるわけです。さあ兄弟が怒った。ドリー怒りの攻撃、しかし息子のディンク君がリングの中で伸びてくる。ブルーザー・ブロディのものすごいフラングニーパッド。プロレスを知らない息子のディンク君、完全にナックアウト。大変だ、これは大変だ。これはやめてもらいたい。怒った、ドリー怒った。息子が完全に餌食にされています。ブルーザー・ブロディチェーンを振り回して場外。息子のディンク君はどうだ。ディンク君頑張れ。ディンク君立ち上がるか。今年20歳のディンク君、ドリー・ファンクジュニアの長男、完全にグロッギー。鼻血ですか。ドクドクともう口の中から血を流しています。息子のドリー・ファンクジュニアの長男ディンク君です。お父さんがめった打ちにされましたからね。必ずリングサイドにおりました息子のディンクが飛び出してまいりましたが、完全に脳震盪状態。口からダラダラと息子のディンク血を流しています。これはひどいですね。これはひどい。テリーがやってきた。これはひどいことをした。いやー、これはもう本当に山田さん、
許せませんね。そうですね。医者はどこだ、医者はどこだって言ってますね。お医者さんを探しています。お医者さんを探しています。テリー・ファンクがお医者さんを探していますが、今どうやら場外に出ておりました、マットをリングの中に出しまして、この上に息子のディンクを乗せてドリーがかばっています。これはもう親父さんの気持ちは本当に山田さん、もうなんとっていいか、これは大変なことですね。そうですね。しかしね、それにしてもね、プロレスを知らないね、人はああいうふうにすると良くないですね。本当にもう良くないというか、もう言語道断、話になりませんね。全くプロレスの経験のないドリー・ファンクジュニアの長男ディンク君、テキサス A&M 大学、今現在2年生で考古学を専攻しているということで、この日本の遠征、本当に楽しみにお父さんのドリー・ファンクジュニアと一緒にやってきたんですけれども、息子のディンク君が完全にグロッギー、もう完全に顔が青ざめてますね。そうですね。これはもう本当に早く病院にでも運ばないといけません。息子のディンクがやられました。もう怒り狂います。ザ・ファンクス、ドリー・ファンクジュニア、テリー・ファンク反則でね、やられてるのを見かねて飛び込んじゃったんですね。これは息子の気持ちは分かりますけれども、プロレスを知らないんですから、リングの中に入ってきたディンクもある意味では悪いのかもしれませんがね。そうですね。しかしそれにしてもね、親子の愛情はね、多すぎますね。親子の